はい、始まりました。今日は友人からネタを提供いただきましてついにはい、ついに例のはい全米が待ってたといういやいや、そんな待ってないと思うんですけど吉祥寺最強のはい方からネタ提供いただきまして、はい、結構強いですよね、こいつ。こいつね、はい、初見ビビると思う強いという評判が噂に乗ってすげえヘイト上がってるっていうあ、そりゃそうだ5、6択の話になるんですが、はい、今日の統率者はジンギタクシアスになります。はい、両面のやつ、両面のエンチャントのやつ、ね、英雄譚のやつになりますね。はい、能力まず説明させていただくんですが、はい、青単色5マナで、はい、55です、はい、で5法2を持ってます。これ重要です。これ重要です。はいで、あなたがマナ総量が3以上でありクリーチャーでない呪文を唱えるたびカードを1枚引きます。この効果も重要です。はいで、青1と3、4マナでジンギタクシアスを追放します。いわゆる変身ができるんですが、はい、その後これをオーナーのコントロール下で変身させた状態で戦場に戻します、起動はソーサリーとしてのみ行い、あなたの手札に7枚以上のカードがなければ起動できません。はい、はい、ここめっちゃ重要です7枚以上ですよそうで、裏面の説明をするんですが、裏面になりますと第1章があなたの手札にあるカードの枚数に等しい枚数のカードを引く。はい、まあ7枚以上ありますんで、7枚以上はまず引けますよね。そうですね。で、あなたがこの大いなる合成というカードになるんですが、英雄譚をコントロールして続けている限りあなたの手札上限はなくなる。はい、つまり、表に戻ったら、手札上限はある状態になるってことですよね。一応ね。そうですよね。はい。で、第2章がファイレクシアンでない各クリーチャーをそれぞれオーナーの手札に戻す。ほぼオールバランス。ほぼオールバランス。はい。たまにファイレクシアン部族できた方当たると何もバウンスできないっていうお茶目なポイントがありますという。で、第3章があなたの手札から望む数の呪文をマナコストを支払うことなく唱えてもよい。で、変身を元に戻すと、いうことになりますかね。一瞬全治です。一瞬全治。はい。このタイミングでだけ全治になりますので、その解決中に全部出てくるということになります。手札からの呪文。なるほどなるほど。はい。で、これの能力だけを見て、どうやって勝つかも、そんなに強いかどうかも、分かんないですね、普通は。まずよくわからないと。はい。よくわかんないんで、これから解説していくんですが、はい。まず5マナじゃないですか。はい。で、起動が4マナなわけですよ。はい。もちろん裏面に行かないとまず話にならないということはぐらいはわかると思うんですね。なんでマナファクトをふんだんに入れます。はい。ここポイントありまして、マナ総量が3以上ならドローがつくんですね。なるほど。3以上のマナファクトは2マナはもちろん入れますが、3以上のマナファクトもういっぱい入れちゃおうと。そうですね。例えばなんですが、糸車というカードがあるんですが、これエルドレインのカードですね。3マナのアーティファクトで好きな色を1点加える。で、5マナタップでクリーチャー1体をタップする。なんか微妙なマナファクトですが、こんな弱い3マナのマナファクトも採用されているというぐらいマナファクトはふんだんに入れて、とにかくランプしていただくというのが前提条件としてまずありますと。そうですね。いう兼ね合いで、マナファクトで、どんどん大きくなってくるじゃないですか、マナの出るマナが。なんで、例えばネザールであったり、モノカのジンギタみたいであったり、セイベスタイトスフィンクスみたいな超重要クリーチャー青のいわゆるフィニッシュ系のぐらいの強いクリーチャーももちろん出せることが可能なんで、雑に投入されてると。そうですね。雑ですが結構強いですよね。だってそれはマスト処理になっちゃうし、で、そいつらは割愛するんですが、そういうのも入ってきますと。で、一体マナー増やしてどうやって勝っていくんだい、っていう話にもちろんなってくると思うんですよ。7枚以上、手札あったとしても、変身させなきゃ意味ないじゃんということになるじゃないですか。で、最も重要なカードの紹介になるんですが、このデッキの軸になってるカードなんですけども、単撃好きのコテ
というカードになります。はい、はい、青3マナのアーティファクトでして、はい、あなたがコントロールしている全てのプレインズウォーカーは0の軌道で増殖を行うっていうのと、マイナス12で追加ターンを行うっていうのを持つプレインズウォーカーになります。はい、であなたがクリーチャーでない呪文を唱えるたび、パーマネント1つを対象としてその上にあるカウンターを1個追加でその種類のカウンターを1個置く、はい、普通に1個一生進められるということですね。そうですね。はい。でこのカードがあれば、とにかく実はループするデッキなんですよということなんですが、そうですね。いわゆるプレインズウォーカーなんですよ。こう第1章で引いてきた7枚から第2章でバウンスして第3章になる時にはプレインズウォーカーを場に出すんですよね。これもしかして秒読みなんですか？秒読みですね。もう裏返った瞬間シーレのカウントダウンが始まるってことですよね。まあそうですね。はい、でその3章になった瞬間に、はい、いきなりプレインズウォーカーが例えば 2,3 体出てくると、はい、増殖全部ファクトとかも出るわけですよね。そうですね。で表になって、4マーでもう1回起動できるんで、手札をまた引けるってことになりますね。そうですね。はい、なんでプレインズウォーカー出てるとさらに増殖もできちゃうんで、3章にまた行くという、で手札引いてきた中からプレインズウォーカー出して、で増殖して、っていうのを繰り返すと、そのプレインズウォーカーは追加ターンを行えるそうですね。ことに結果は最終的にはなりますと。なります。やばくないですか？しかもこのまま終わっちゃう。クリーチャーダイジも取られたびパーマネントすぐカウンター3つになっちゃう。それはやばいっすよ。という実は1枚コンボのデッキだというまあそうですね。はい。ことになるんですかね。はい。で入れてくプレインズウォーカーどんなんがいいんかっていうのを紹介していくんですが、もちろんね、最近月のコテが貼られてる状態で出てくるプレインズウォーカーはもう基本的には増殖したり、追加ターンしたりするだけなんで、率直に言うと何でもいいんですけど、その中で相性が良くてなるべくお安めの低予算なんで、お安めのカードを言いますと、例えば生けるレガシーカーンなんやねんっていうね、何すんだっけっていうみんな存在を忘れてるカーンまずこいつは無色4マナでしてカーンなんですが、プラス1はパワーストーントークン出します。しかもタップイン。タップインなんでタップインなんだっていうこのデッキだと加盟かなりいいですよね。そうですね。はい。一応マナファクト出すのに貢献するんで。確かに。でマイナス1で望む点数のマナを支払う。あなたのライブラリの一番上にある枚数のカードを見て手札に加えて下に1枚なんか加えられるってことなんですね。そうですね。はい。あんま使うことないかもしれない。でマイナス7のオーディが気になりますよね。気になりますよね。オーディがなんとアンタップ状態のアーティファクト1つをタップするとクリーチャーやプレインズウォーカーの対象として1点飛ばせる、要は手無になるってことですよね。アーティファクトが。はい。でこれ追加ターンしていくんで、もちろん追加ターンの呪文も中には入れとくんですよね。っていうことになりますんで、追加ターンを拾って打てば、普通に打てばこれ追加ターンした中でアーティファクトが起きるんでアーティファクトで点数飛ばせる、それはそれでフィニッシュ手段としてなりますよね。はい。で他のプレインズウォーカーになるんですが、時の支配者テフェリー、はい、こいつは4マナのテフェリーでして、あなたは時の支配者テフェリーの中性能力をどのプレイヤーのターンでもインスタント捉えられる時は一度起動していい、これはあんま使うことないですかね。もう自分のターンで終わっちゃうんで、でプラス1がルーティンでマイナス3はフェイズアウトでマイナス10でこのターンについて追加の2ターンを行うそうですね。こいつ時代でもかなり完結してますよね。そうですね。はい。その他には月の賢者タミオ、5マナのタミオでして、奥義は手札の上限がなくなっていずれかのカードがいずれかの領域からあなたの墓地に置かれるたびそれを手札に戻してもよい、いわゆる追加ターンを、手札に戻して、もう一回ターン追加打てばっていうことなんで、ルトルのターン、無限ターンの紋章になりますよね。そうですね。はい。で他には時間の旅人テアフェリー、
はい、あまり使われることのないテフェリー。コマのテフェリー知らないんですが、あなたがカードを1枚引くたび中性カウンターを1個置く。これ大変なことが起きてますよ。残りの能力は忘れてくださいと能力割愛します。これ錠剤型のみ、ドローすればカウンター乗ってくんで、小手のターンがいけるってことになりますよね。そうですね。こいつ1枚で無限ターンいけますね。まあ先にライブラリーがなくなるだろうけど確かにあとはもう一個一応紹介しておきますと、人知を超えるものウギン、はい、これは6マナの無色のプレインズウォーカーでして、はい、無色の呪文を唱えるためのコストが2少なくなる。これまずいですよ。まずいですかこれはまずいですよ、はい、いわゆるマナファクトが、はい、3マナのファクトが0マナ、実質ただ1マナ出せるから、はい、実質ただで唱えられてワンドロついてきちゃう。やばいですねあれに超えていますね。そう一応闘争対戦のウギンですよね、これの2つも結構強いですよね、プラス1は追放して4時みたいな形なんですけど、これ追放されたカードを使いたい場合が困るからあんまり使わない方がいいですかね。相当運が悪かったらありえるだろうけど固定いっちゃったみたいなねあれ倒さないと固定回収できないんだけどみたいな確かに固定以外だったら別に何でもいいですもんね。そうで、マイナス3でパーマネント1個破壊なんで、結構使いやすいですよね、そんな感じで、プレインズウォーカーを叩きつけて、増殖して、無限ターンして勝つというデッキになりますかね。そうですね、はい、こいつかなり強いという噂でとにかくマスト除去なんですよね。マスト除去です。はい、裏返ってしまうと負けなので、エンチャント処理できるカードがないと。裏返っちゃうと結局その後増殖とか重ねて、すぐ3勝いっちゃうんですよ。なるほど、そうなんですね。なるほど。なんでそこ差し込む手段がほぼないんで、裏返らせない。なるほど。のが重要だと。のが重要。なのでマスト処理。マスト処理です。でも誤報についちゃってるっていう。しかもマナファクトでランプしていくから、何回も出てくると。何回も出てくるんですよ、本当に。で何回も出てくるんだけど、何回も出されたら言うてね、そのうち除去できるカードなくなるんですよ、みんな。なくなったぞ。それで裏返ったら終わりですっていう。だから結構ホーム感なんで、ヘイトは高いんですが、めちゃめちゃヘイト高くても最終的には勝てるぐらい強力だということになりますかね。やっぱデッキの根幹はマナファクトを連打してランプしていくっていうことなんですよ。その部分が一番優秀なポイントということにはなると思います。最初に紹介したファッティのでかいやつらも使えるようになるっていうのがかなり強いですよね。そうですね。そんな感じで5-6タクだったらかなり強い構成になりますんで、よかったらやってみてくださいということですかね。その他にもこのデッキに入りそうなっていうのがありましたらコメントいただければと思います。あとチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画は以上になります。おしまい。